ステン、聞いた聞いた？なになに？メンタル回廊ってステージが実装されるらしいよ。ステージではないような。なあ、どっちでもいいじゃん、そんなの。とりあえずさ、早く攻略方法を教えてよ。スコーピオンさ、少しは自分で調べたろ？と、今回は違うよ。私だってちゃんと調べたよ。メンタルアップグレード。ほらね。で、メンタルアップグレードっていうのは何なのかな？それを解説するのがステンの仕事でしょ。つまり何も分かってないんだね。明日から実装されるメンタルアップグレードとメンタル回廊は重要だから、ちゃんと知っておこうね。ああ、解説助かる。しょうがないな。メンタルアップグレードを行うと人形が大幅に強くなるんだよ。へえ、そういうことなんだ。最大まで行うとレア度アップ、最大レベル上昇、陣形バフ強化、スキル効果上昇、第2スキル獲得、専用装備獲得。こんなに強くなるんだよ。やりすぎじゃない？ゲームバランス大丈夫？でもメンタルアップグレードはアイテム集めや育成もすっごく大変なんだよ。全てが揃うまではたくさんの材料と結構な努力が必要だから、本当に自分の舞台に必要かをよーく考えてメンタルアップグレードをしていこうね。頑張ろう。まずメンタルアップグレードには3段階あって、それぞれの段階ごとに強化されていくんだよ。モッド1ではレア度アップ、陣形バフ強化、スキル効果上昇、最大レベルが110といった形で強化されるよ。陣形バフは効果だけじゃなくてバフ範囲も増える人形がいるから、強化内容はちゃんとチェックしていこう。モッド2では第2スキル獲得、最大レベルが115に強化されるよ。スキルがもう一つ増えるのはすごいよね。モッド3ではさらに専用装備獲得、最大レベルが120まで強化されるんだよ。とりあえずここまで来て最大までメンタルアップグレード完了。これも長い道のりだから焦らずコツコツ続けていこうね。はーい。でさ、結局メンタルアップグレードをするにはどうすればいいの？大用コアと記憶のかけらというアイテムを消費してメンタルアップグレードを行うんだよ。また大用コアか。もう解体する人形がいないよ。メンタルアップグレードは指揮官レベル60から解放されるけど、レベリングやコアの消費も大変だから、部隊の強化が済んでいない指揮官は通常の強化を優先していこう。で、記憶のかけらは模擬作戦のメンタル回廊で集めよう。メンタル回廊では難易度に応じて記憶のかけらがもらえるし、ステージの途中にあるランダムマスでももらえることがあるよ。へえ、強化演習みたいな感じなんだね。そうそう。メンタル回廊は曜日に関係なく挑戦できるから、 AP さえあればいつでも記憶のかけらを集められるよ。曜日指定がないのはありがたいね。メンタルアップグレードと制約をしている人形は獲得経験値が2倍になるから、本当に育成が辛いなら最終手段としてはいいかも。なる。しかもモッド3から好感度最大値が200になるし、好感度190以上の人形は火力、命中、回避が累計で 15% も増加するんだよ。すごい。でも経験値や能力値のために制約されるのはちょっと複雑。まあメンタルアップグレードに必要なアイテムをまとめるとこんな感じ。人形のレア度に応じて変わるから注意してね。部隊が育ちきってない指揮官はメンタルアップグレードの前に部隊の育成を優先すること。こんなに記憶のかけら必要なの？
上級1回で60個だとして2000個集めるとしてもよくわかんないけど何十回も挑戦しなくちゃいけないよね。全然 AP 足りないよ。 AP が足りない場合は超電導 AP なら1日1回だけ20ダイヤで 3AP 分購入することができるよ。でもダイヤそんなに持ってないし。それなら30日間毎日ボーナス。購入時に245ダイヤ、毎日22ダイヤを獲得できるから毎日 3AP 分買うことができるよ。もちろん AP の回復を待ちながら記憶のかけらを集めても大丈夫だから無理しすぎないようにね。メンタルアップグレードの最大の特徴はモッド3の外見の変化だよね。かっこいい。メンタルアップグレードを行っていく中でそれぞれの戦術人形が変わっていくエピソードをカフェのコーヒーマシンで見ることができるよ。へえ、こんな出来事があったんだ。人形の思い出を初めて見たとき、メンタルアップグレードの段階に応じて記憶のかけらを獲得できて、最後までストーリーを見ると累計で記憶のかけらが300個も入手できるんだよ。おお、300個はかなり大きいね。その戦術人形について深く知る意味でもアイテム獲得のためにもぜひ見ておこう。じゃあ明日から実装されるメンタルアップグレード対象の人形を紹介するね。よろしく。まず M1911、 発煙手榴弾を投げた後追加で後方の敵から順に7回攻撃するよ。しかもこの攻撃は火力が 200% 増加するんだよ。M1911 火力が欲しいのってバタバタ騒いでたからよかったね。そういえばそんなことあったうね。ん、髪型もイメチェンしたんじゃない？ダーリン気づいてくれるかな。やっぱり気づいちゃうよね。とか聞き回ってそう。そんなにジロジロ見られたら困っちゃいますよダーリンみたいな。いや、それにしてもスコーピオンやたら M1911 の真似がうまいね。そうかな。あと何人かはできるよ。おー、なるほど。で次に IDW、 人形効果に会心率が追加されてるし回避がかなり上昇するよ。おお、制約込みでの素の回避が100以上になるのは高すぎない？そうそう。次は64式。先行手榴弾はボスなどの強い敵には無効なんだけど、64式の第2スキルではボスなどの先行手榴弾の効果がない敵にも命中を 40% ダウンさせることができるようになるんだよ。おお。最後に FN49、 スキルが優秀でなんと射速が 15% 上昇。自分で射速を補えるライフルは強いよね。そうなんだよ。しかもモッド3で入手できる専用装備でも射速が強化されるから星5ライフルレベルの活躍も期待できるよ。これだけじゃなくて今後もいろいろな人形のメンタルアップグレードが実装される予定だよ。おお。例えば AR 正体の M4A1 と AR15 も1月17日からメンタルアップグレードが実装予定。 M4A1 は第2スキルで復讐者の印というものを敵に付与するの。これとは別に戦闘中の部隊の人形が3体以下の時に火力集中 T を発動するとなんと火力が最大 600% も増えるんだよ。やりすぎじゃない？この火力 600% 増加の攻撃は必中だし、さらに攻撃した周囲の敵に自身の火力 100% 分の爆発ダメージを与えるんだよ。怒り狂っちゃってるね。 AR15 の第2スキル罪と罰は銃を2つ使って敵に追加ダメージを与えるよ。私も銃2つ使ってるのに。でも AR15 の突撃集中 T って。そう、 AR15 の突撃集中 T は
15秒継続するのにクールタイムは16秒だから、ほとんどの時間追加ダメージが入るんだよ。しかも M4A1 のスキル復讐者の印がついている敵に対してはさらに追加ダメージが増えるんだよ。わあ、やりたい放題じゃん。確かに。明日から実装されるメンタル回廊とメンタルアップグレードはこんな感じ。超電動 AP 買っとけばよかった。あと実装といえば来週から得意点イベントが始まるんだよね。大型イベントってやっぱり難しいよね。助けてくれるよね、ステン。大丈夫。来週1月16日得意点の生放送があるから、得意点についてちゃんと知ってスコーピオンも頑張ろう。イベントの新情報や敵の対処法、ドロップする人形などの攻略情報もあるからきっと役に立つよ。へえ、生放送でいろいろやるんだね。見逃せないね。イベント以外の最新情報もお知らせするからチェックしておこう。でもさ、30日間のダイヤといい、この生放送告知といい、ステンってそんなに宣伝臭かったっけ？臭い